やあ、防犯だ。今回は先日の大型アップデの内容をまとめた速報動画を見ていなくてもわかるようになっているから安心してくれ。では早速見ていこう。まず追加されたマップからホームタウンポータルから新たにアイスリッチ山に行けるようになった。そこで新たに12種類の新モンスター。アイスリッチ山はエリアがいくつかあり、他にアイスリッチ山にアイスリッチ洞窟、アイスリッチ集落、アイスリッチ合理層の計5つエリアがある。雪だるまんやオルトロスの既存モンスターもいるがそいつらは入れてないぞ。ちなみにワニゲーターがレア枠で金のエルドシードをドロップするので、放置での金のエルドシード集めができるようになった。あとオルトロスや雪だるまんが青のかけらを落とし P シェーカー素材集めもできる。ワニゲーターがいるところはデフ1万9000ほどないと耐えられないようなので、ある程度育成したペットじゃないと放置が難しい。雪だるまんやオルトロスはデフ4000あれば大丈夫なので、ワニゲーターの場所のみ強いペットにすれば放置できるだろう。青い門を通り洞窟へ来た。先ほどのエリアの敵は700レベル前後だったが、入ってすぐ3555レベルの敵。向こうからインがデフ6万とか MDEF4 万と一気に跳ね上がり、金域の液体で体力を増やしていないとすぐやられてしまうだろう。カワセミ竜の経験値がちょっと高いので、レベリングにいいかもしれない。洞窟に氷の入り口があるが、ペットの同族1002の合計数が101にならないと入ることができない。ちなみにこの中に玄関境最強ボスがいる。1000に数百1とは別に無限回廊20層ボスの素材が必要なので見るのも難しい。洞窟を抜けると集落へ。敵レベルが5700。向こうかで不は約25万ほど。無理無理。そのまま上に行くとボスがいて、倒すことで冒険者ランクがミスリル級に。周りのヤマタノオロチは ATK4 万と LUK3 万。ボスの氷女王アナというは魔法込みで ATK10 万 LUK3 万5000ほどで倒せる。向こうからインはデフ40万 MDEF65 万とかなのでほぼ復活前提で倒すことになる。ボスを倒しミスリル級に昇格したら、ゴールド級以来の循環宇宙へ行ける。これ以降自由にここへ行けるので、今すぐ用がなければ話しかけて出よう。話しかけることでコスモキューブという素材をもらえる。振り分けポイントが天命輪廻の回数 ×1 万増える。強い。ホームタウンに戻ると右上の大きい穴からいつでも循環宇宙に行ける。左右に不死鳥のエキス5個が入った宝箱があるので取っておこう。アイスリッチ山の紹介に戻る。洞窟には入らず下に進むとアイスリッチ山にへ行くことができる。洞窟内の敵と同じかそれより弱いくらい。足跡の中央にボスがいて、4040レベルのカワセミ竜と1万レベルのアビスマーダー。アビスマーダーは魔法込み ATK2 万、LUK2 万5000ほどで倒すことができる。向こう側には MDEF17 万以上必要だ。足跡をたどり右上に行くとアクセ宝箱。魔力足す 20% アクセが手に入る。そして下側に穴があり、主人公の LUK を50万以上にすることで特定のエリアに行くことができる。中に入るとアクセ宝箱。経験値足す 100% のアクセをゲット。下にはボックス。例のもの。封印されし神クジラがいる。このボックスはリポップする。でも主人公が届かない位置に湧くので全部倒すにはペットか魔法が欲しい。神クジラは魔法込みで ATK16 万でダメージを与えることができて、17万か18万くらいあると楽に倒せる。LUK は50万あるので回避されない。下に経験値の巻物3個の宝箱。そのまま下に行くとファントム山頂に出る。LUK が足りない場合も同様ここに出るぞ。そして集落の右側に解析書の解析書を交換できる NPC がいる。効果は解析書の効果を 10% 上げるというもの。魔法の火力アップということだ。そして中央の装備強化1万回でもらえる装備は7体同時攻撃の武器。ステータス上昇は0なので使い道は後回しでいいだろう。右上にアクセ宝箱があり、攻撃力足す 20% のアクセを入手できる。あとこの上に隠し通路があり、命を刈り取る者がいる部屋がある。左上からボス前の部屋とつながるぞ。隠しの方の命を刈り取る者はリポップなし。181レベルで捕獲足す 180% なので育成しよう。続いて新装備。ミスリル級になることで武器屋で買える。とりあえずギア7が MOV 足す3なので早めに買っておきたい。強化しなくても使えるしな。防具もドラゴンシリーズが追加され、もちろん性能は過去最強。1100にするにはなかなか素材が重い。ルーン石板を使わないのはさすがに非効率すぎるので、毎回ルーン石板を使い成功率 100% で強化するのがおすすめ。全部赤の結晶が必要なので、とりあえず檜山奥で放置する必要があるか。時間かかるなこれは。続いて無限回廊。16から20階層が新たに追加された。各階層にいるモンスターを記載している。条件がわからないが20階層まで行くと次のスタートが10階層からになった。なのでイグニスシスターとオルドクラウセスが17層と18層にいるのだろう。10層までの敵が倒せなくなるからな。19層では卵が報酬でもらえる。そしてここからが問題の20階層。まずクリアしなくても取れる。右下の隠し通路からアクセ宝箱を開けよう。捕獲 80% アクセをゲットできるぞ。この捕獲アクセを取るには19層をクリアしないといけないが、
19層の黒のゼリウスは魔法込み ATK12 万で倒すことができる。ミスリル級ボスと大して変わらない。そして一見キングには鳥一体だと思うが、右上か左上の角から隠し通路を通れる。この先にボックス。いいぞ。モルモがいるぞ。レベルは5万ともう手に負えない。極限装備カンスト程度じゃ4000万以上ダメージを食らってしまう。そして無限回廊20層ボスモルモ。目がたくさんあっていいね。こいつにダメージを与えるには ATK90 万。LUK は56万で回避されなくなる。もちろんどちらも魔法込みでの必要ステータスだ。どうやらモルモは100レベルで捕獲率 300% のスキルを持っており、捕獲スキル最強ペットだ。いや、捕獲以前に倒せない。合計戦技数が101以上になったのでやってきた。アイスリッチ氷層へ。中には氷結晶という新モンスターがいる。新しい固定砲台だ。マダンのサイズは小さいな。ちなみに敵のレベルは6万、7万と高い。そのまま進んでいき左右に支配の鳥。レベルは99,999。あ、もうダメだ。宝箱の中身はステリセポン3個。普通に嬉しい。反対側にも支配の鳥がいるが特に何もなかった。無駄にやられてしまったな。さらに上に行き、経験値の巻物が5個入った宝箱が置いてある。このでかい宝石は無限回廊20層ボスの素材を使うことでボスを解放できるぞ。さすがにまだ見れなかった。ちなみにそいつは ATK に130万、LUK170 万とか必要らしく。まあ、勝てないよね。で、先ほどの大きい氷の裏側に隠し通路。生贄100という武器が手に入る。性能はこれ。魔法用武器だな。最大強化で INT10 万くらいいくか。果たして使うことはあるのだろうか。お次は庭園にペット NPC 追加。光の卵と闇の卵の交換先が追加され、今回で全属性の卵に使い道ができた。光の卵がシーサー、闇の卵がグルームエッグだ。グルームエッグはマダン攻撃なので、こちらも新たな固定砲台だ。ステータスが高いのでかなり競争。そしてアリーナショップ。アリーナコイン 99,999 枚で3分の革命という効果素材を交換できる。3分脇のボスが10秒脇になるという。その名の通り革命である。これに伴い課金アイテムにアンコール券が追加。アリーナの残り回数とショップ内容をリセットできるというもの。約10万アリーナコインと高いので、金域のオブジェは必須になるだろう。とはいえ1日5回までなので、貯めるのに2ヶ月くらいかかるだろうか。そして酒場に新たな交換 NPC。交換に紙クジラの素材が必要だ。アトマルタ3000個。これ地味に時間かかる。アリクイロードのレアドロらしいが。まあ落ちないよね。あと素材売却屋の裏側に高価素材預かり屋が追加。1億ゴールドないと解放されないので注意。今のところなくても困ってないけど。それとアイテム屋に王家の小切手が追加。やられた時のゴールド減るのを防ぐよう。アイテムから使用すればゴールドに戻せるぞ。とりあえず今後の流れ。とりあえずの目標はミスリル級になること。その後はドラゴン装備の強化をして金策やレベリング場所を更新。といった感じだな。あと今回追加された中で気になったペット。ラッキー人手が幸運かなり高い。あとは固定値のペットもいくつか。カワセミ竜の魔力足す10万700とかも面白いな。穴と湯は乗せきれてないが181レベルで魔法防御足す 75%。捕獲足す 150% と魔法防御足す75とかなり強い。ペットはこんなもんかな。ということで 1.4.0 大型アップでのまとめは以上だ。金策やレベリング場所は随時動画にするのでそちらもぜひチェックしてくれ。では、まだの方はチャンネル登録も忘れずに、次の動画も見てくれ。